攻撃は最大の防御。どうも、ババ切り札でございます。今回は PSO で発売したおすすめアクション RPG 参戦を紹介。PS を鍛えろ。それでは行きます。ショータイム。無双ゲームとしてでなく、ちゃんと RPG としてできたおすすめアクションといえば、これ。ペルソナ5スクランブル。本作はジェイルと言われる異世界を舞台。ペルソナでおなじみ、シャドウをバッタバタと無双できるアクションゲームだ。戦闘方法は前作ペルソナ5を忠実に再現し、ステルス、総攻撃などはそのままに、怪盗団を意のままに動かすことができた。このままやっちゃおう。これでどうだ。もちろん主人公が使えるペルソナもかなり多く用意されており、単性 RPG の時の良さをしっかりと受け継いでいた。新たな力が得られるようです。継承するスキル。ただし、その分戦闘には RPG のような戦略性を求められ、さらに敵が異様に強かったりするので、アクションゲームが苦手な人は難易度を下げてプレイした方がいいだろう。体力やばい。注意しろよ。それはダメ。去年元阪神ソニック個人的にはコープ機能がなかったのは残念だったが、アクション RPG としては最高峰だったと思うゲーム。ペルソナ5が好きなら絶対やるべし。プレイヤースキルが全てな王道ダークファンタジーといえば、これ。ダークソウル3。今作は中世ヨーロッパのような世界を舞台に、自由な攻略を可能にしたアクション RPG。キャラクリから始まり、自由な育て方、バリエーション豊かな装備、さらには自由な攻略の仕方。プレイヤーはまさに RPG の世界を冒険することができたのだ。Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. しかし、今作はいわゆる死にゲーと言われるゲーム。ゲーム中はよっぽどのプレイヤースキルがない限り死にまくる。ステージをクリアした時の達成感は半端ないものではあるが、難しすぎるのが嫌な人は注意が必要だ。個人的には探索要素もアクション要素も申し分ないと感じるゲーム。原点にして頂点な RPG をやりたいならおすすめ。あの絵柄でアクション RPG がしたい人におすすめといえば、これ。二の国2。くそ、これまだか。今作は二の国と言われる世界を舞台に、とある国の王子エヴァンと、一の国から異世界転生してきたローランを主軸に、物語が展開されるアクション RPG だ。エヴァ、助けるぞ。ゲームシステムはどちらかというと RPG 色が強く、戦闘はシンボルエンカウントからのアクションに移行という形をとっており、操作面もとてもシンプルとなっていた。
また、今作はその他にもやり込みが充実しており、様々なクエスト、ミニゲームなどがより RPG している感覚をプレイヤーに持たせてくれた。ただ、その代わりと言ってはなんだが、戦闘部分の作りが意外と浅かったり、見かけによらず敵が強かったりしたので、可愛い絵柄だからといって安易に手を出すのは危険かもしれない。個人的には RPG としては最高の作品だが、戦闘部分はもう一息といったゲーム。映画の方は大爆死したらしいが、今作はちゃんと楽しめるので、気になる人はやってみて。ということで今回はここまで。ベルベット。それではまた。